こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん！今日はですね、こちらを使ってバター餅を作りたいと思います。バター餅って秋田の名物みたいな感じで結構あると思うんですけど、それとはまた別のバター餅で今日作るのはですね、ネットで見つけたなんか洋菓子っぽいバター餅を今日は作りたいと思います。あとですね、今日はいつも私なんか卵白余ったらメレンゲにしますねとか言ってるじゃないですか。で、今日はね、ちょっとそのバター餅をね、作る工程がちょっと楽そうなので、それもね、一緒に作りたいと思います。で、そのメレンゲ菓子っていうのがね、サクサクでめっちゃ美味しいのに超カロリー低めなんですよ。だから私もね、ダイエットの時にね、間食用のお菓子として食べたりします。ぜひそういうのね、興味ある方は見てください。じゃあ、作り方いきたいと思います。材料です。お砂糖、練乳、もち米粉、卵、ベーキングパウダー、バニラエッセンス、バター、ココナッツミルクです。じゃあボウルにお砂糖を入れます。で、溶かしたバターで、卵で、混ぜます。で、もち米粉で、ベーキングパウダー、ある程度混ざったらココナッツミルク、練乳、練乳すごいな。これはね、5チューブ分入っていますよ。で、バニラエッセンス適量で混ぜます。材料です。料理で余った卵白、あとお砂糖です。あらかじめオーブンを100度で温めておきます。じゃあ、卵白を泡立てます。お砂糖をね、少しずつ加えます。はい、卵白が泡立ちました。で、お砂糖はね、卵白1個に対して 10g のお砂糖を入れてる感じなんですけど、結構甘いので、お好みで大丈夫です。卵白を絞り袋に入れます。絞り袋がない人は多分なんかスプーンとかでやってもいけると思います。卵白を入れます。で、鉄板に絞り出します。メレンゲはね、あんまり膨らんだりしないので、結構近めに焼いても大丈夫です。はい。で、うちはね、オーブンが2個あるので、もう1個やります。はい、全部出せました。これを100度のオーブンで1時間ぐらい焼きます。焼けました。めっちゃいい匂いがします。はい、じゃあ切ってみます。はい、切り終わりました。めちゃくちゃ美味しそう。で、メレンゲもちょっと持ってきましょう。じゃーん。で、こっちには焼いたメレンゲがあります。食べてみましょう。美味しい。20個の卵分の卵白で作ったんですけど、これがね、6回分ぐらいあったんですよ。だから、これが6シート分は作れますね。そんなわけで、いつも私はこうやってメレンゲを消費しているのでありました。じゃあ、食べたいと思います。いただきます。このバター餅というものを私初めて食べますね。ちょっと本当になんかね、画面では伝わらないかもしれないけど、むっちゃもちもちしてますよ。なんか練り消しみたい。もちもちしたケーキって感じ。フィナンシェみたい。もっちゃもちもち。何回もちもち言うの。本当になんかもち粉が入っただけなのにめっちゃもちって感じがする。餅の味がする。なんか日本のバター餅は焼いてないじゃないですか。これは焼いてるから香ばしいです。ちょっと牛乳が合いそうですね。今日のドリンクはですね、じゃん。こちら、塩バニラ、塩とか書いてあるどこにも。なんで美味しいバニラソフト。みるちゃん、見せてあげるよ。乾杯。なんか練乳みたい。
あ、美味しい。でもこのソフトクリームを溶かしたみたいな感じじゃないです。なんか牛乳のドリンクって感じがします。めちゃくちゃ美味しい。でも、いや、メレンゲも。おいしい。これね、カロリーがね、むっちゃ少ないんですよ。だから私あれ、ほんとダイエット中、私もダイエットするんですよ。私のダイエットの方法って、間食をなくすことなんですよ。大食いはね、まあ、撮影もしてるし、やめないんですけど、普段だったら1日3食食べて、その間にもなんかお菓子とかちょっとつまんだりしてるんですけど、そういうのをやめるっていうのをしてるんですよ。そのお菓子をこのメレンゲとかだったら結構罪悪感なく食べれますね。だってカロリー少ないし。でもめちゃくちゃ美味しくて私これが大好きなんですよ。しかもなんか作るのも暇つぶしになりますしね。今ね、他のやつはね、ちょっと焼いてます。そう、これね、美味しいけど、ちょっと焼くのに時間かかるんですよね。その間、電子レンジが使えないっていう。まあ、それもダイエットになるかもしれません。電子レンジ使えるとすぐね、食べちゃうからね。このパターンもでもカロリーすごそうですよね。練乳をめちゃくちゃ入れたからな。うん。このメレンゲはね、ココアパウダー入れたり、抹茶パウダー入れたり、あとレモンの汁を、ね、入れたりとかね、結構アレンジも効きます。あとこのメレンゲね、注意してほしいのはすぐね、湿気ってベチャンってなるんですよ。だからね、焼けてちょっと粗熱取れたら、密閉容器、瓶とかジップロックとかでいいんですけど、そこに乾燥剤、シリカゲルとかあるじゃないですか、おせんべいについてるやつ。あれを入れて、これを入れとくと、しばらくの間はね、サクッとしてますね。すぐ食べるならいいんですけどね、おやつとしてね、ちょこちょこ食べようと思ったら、そういう風にした方がいいと思いますね。この密集度って言うんでしたっけ、わかんない。だからふわふわの反対なんですよ。もちもちなんですよ。ちょっとウイローに似てますよね。食感で言うとね。ウイローとか牛皮と洋菓子のハイブリッドって感じ。そういうとかっこいいな。これでもほんと初めて作った時私感動しました。卵白とお砂糖だけでこんなに美味しいお菓子ができるんだと思って。卵白を取っておいて賞味期限がやばいなと思った時は普通にただ卵白を炒めて味付けしてそれを完食にしたりしますけどね。時間がある時はメレンゲにします。女の子らしく。顎が疲れそう。ちょっとこう前かがみになった。明日川島さんとこ行くんですよ。今ここから矯正やってもらってる先生 YouTube もあります。すごいでも体とかも超軽くなってね、いつも。最初の2ヶ月か1ヶ月ぐらい週1使うのが理想みたいな。でその後はもう月1とかでも良くなるらしいんやけど、だから今毎週行ってます。この部分がめちゃくちゃ美味しい。カリカリで。皆さん、このコロナ禍で発見した趣味とかありますか？これにハマったみたいな。なんかそういうのもしあったらコメント欄で教えてほしいですね。私も新しい趣味も見つけたいです。はい、ちょっとね、休憩します。ブレイクします。おはようございます。ちょっと休むつもりが寝てしまいましたね。はい。ではね、このお菓子が冷えても美味しいのかっていう検証ができるわけですよ。計算通り。じゃあ続きを食べましょう。めっちゃくっついてる。匂いは相変わらずいい感じです。なんかでも、もちっと感が増したかも。おいしい。全然冷えても美味しいですよ、これ。海が来た。大好きだよ。なんか冷えた方がお餅感は増す。でもこの外側のカリカリ感は損なわれてないです。ここはね、フィナンシェみたいで美味しいんですよ。最後の一口いただきます。
ごちそうさまでした。バター餅めっちゃ美味しかったです。冷えたら冷えたでもちもち感が増して、またそれも美味しかったですね。こちらのバニラソフトもすごく美味しかったですね。なんかこれサンガリアっぽい飲み物でした。いや、とっても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイート&スマイル。皆さん、うがい手洗いマスク、ソーシャルディスタンスしっかり対策して毎日楽しく過ごしましょう。バイバーイ。